ネットフリックスや AI という新しいねコンテンツから建築を学ぼうねというテーマなんですけれども、結論はですね、建築を学ぶインプット先が学校とかね、本とか Google 検索だけじゃなくなって、動画コンテンツとか AI から新しいメディアみたいなものが出てきているので、そこで意外と学べるよねと、インプット量の幅が多くなったり、その多くなったことでね、その先で僕ら建築家やインテリアデザイナーという職種がね、どんな空間を作るべきなのかって結構真剣に向き合って考えないといけない時代かもねと思ったので、僕自身めちゃくちゃ瞑想中なのでなのでね、僕と一緒にねディスカッションして考えてくれる仲間めちゃくちゃ募集中なんですけれども、この辺はね、だから学びというよりは助けてっていう感じですよね、みたいな放送なんですけれども、なので、学びたいって思っている、何か新しいことを知りたいと思っている人は今日の放送はちょっと聞かなくても大丈夫かもしれないですね。すっ飛ばしてください。すいません、許してくれる人だけ聞いてみてください。さて、なぜそんな精神状態にね僕が今なっているのかというとですね、ここ最近ね、もう AI の発達がほんとすごくって、ミッドジャーニーが出てきて、AI で絵を描くやつですよね。絵描いてもらったりコンセプトイメージを固めるときに今ちょっと使ってるんですけれども、クオリティ高いから結構ビビるわけですよ、僕は。で、ついにね分からないことをね教えてくれるチャット GPT みたいなものが最近聞きまして、知ったんで使ってみるとですね、こういうこともできるようになったんだなと思って、どんどんね一人でね仕事をする時間が増えてきて、ふと周り見ると誰もいなくなっちゃうんじゃねえかなと感じることが多くてですね、これって本当に合ってるんだっけ、やりたいことだったんだっけって思うことがちょいちょい増えてきたんですよね。でね、もともと人が好きでみんなで集まって空間作りするの楽しかったなっていう人間なんですよ、僕って。でも人間関係ってその反面ね、ストレスも同時に感じちゃうわけで、皆さんもそうじゃないですか。仕事が嫌になる時って必ず人が絡んでません？上司に怒られたりとか、クライアント満足させられなくて何か言われたりとか同僚と考え方が違かったりとか、そう人間関係の調整にね意外と時間もものすごいかかって取られたりとかね、打ち合わせめちゃくちゃ長くなっちゃったりとかで、そのストレスから解放されたいと思って役割分担したり、クリエイティブなところは1人もしくは少人数でやるようになってきたんですけれども、さらにそれに拍車をかけてですね、 AI にお願いできるとか、そういうところも増えてきたり、知りたい内容をね AI と会話する時代が来てるってことは、これ自体はねまだ使いこなせてませんがね、でも AI を使うことでね、人だからできることも実際見えてくるっていうのもあるんですよ。これがまた面白いことなんですけれども、ただなんていうんですかね、人とやれるディスカッションする意味合いっていうのも今はかなり重要だったり、どこかへ行って得る情報が重要だったりっていうのをものすごいそういうことだよねっていうのがいろんな地方とか行って気づくことが多いんですよね。なのでこの辺変わったなって思いました。情報の価値観っていうものが変わったなって感じで、あとですね、もう一つ変わってきたなって感じてるのはインプットの方法ですかね。以前は学校をはじめとして、学校から学ぶってことをはじめとして本やネット雑誌を読んで新しい情報学びを得てたんだと思うんですけれども、今僕ってね、ネットフリックスとかの動画とコンテンツを通して結構ヒントを得るようになってきてましてね、これはね飲食店デザイン研究所のメンバーね、たっちゃんから教えてもらったんですけどね、なかなかいい視点してるよなって思って、実際それ、本当にと思って見てみたら結構面白いし、
なんか本質的なものが残ってたり、本質的なものっていうのはインテリアデザインってこんな面白いもんなんだよとか、不動産って面白いんだよとか、建築ってこんだけ素晴らしいことやってんだよみたいな、なんかヒットをもらえるんですよね。どんな番組見てるかっていうとか、どんな番組、結構たくさんあるんですよ、番組自体は。建築、これすごくないですか？海外ってこうアートとかデザインとか建築とかの番組が結構あるんですよ。日本だとビフォーアフターとかね、ああいうのに近いものもあったりするんですけども、全然もっとかっこいいのありますよね。本質的なやつがアート・オブ・デザインっていうのがあって、この間建築家のやつちょっと見たんですけど、なかなか面白い、本当に。あとデザイニングマイアミとかね、そういった番組もあって、建築家やインテリアデザインという仕事がね、描かれてるんですけど、しかもねこう憧れが生まれやすいよね。ドラマチックに夢ある仕事だなって思われるような感じで表現されてるんですよ。いいじゃないですか、こういうのあった方が。日本だと暗くないですか？ちょっともうなんかこう超大変な仕事で徹夜ばっかりでみたいな、そういう描かれ方したらもう嫌じゃないですかただめちゃくちゃ頑張ってることもそのドラマでは伝わることが多くて、内容も多少派手ではありますがね、実務的な部分をちゃんと見せているので、その思いみたいなものはぜひ伝わるので、皆さんもいろいろ見てほしくて、逆にいいなと思ったものがあったら教えてほしいです。本当に。今日はね、Netflix や AI という新たなコンテンツからね、建築を学ぶよというテーマでお話ししてみましたが、デザインを生むために必要なインプット、いわゆる学び方なんですけど、動画コンテンツが意外といいのと AI と共に生きる道をちゃんと学んでおかないとっていうのが本当に時代に取り残される設計者になると思うんですよ。これからめっちゃ危機感僕が感じたんで皆さんに共有してみました。